いらっしゃいってなんだお前か。おいおい、客に対してそれはひどくねえか。じゃあお客さんご注文は？ウイスキーと言いてえとこだが、コーヒーを頼む。熱々でな。へいへい。おーい、タイガおじさん。こんにちは。おお、お前らもいたのか。練習終わってちょっと休憩してたとこです。お、休みの日にもちゃんと練習してんのか。偉いもんだ。ちょっとおじさん、なんか子供扱いしてない？何言ってんだ。十分ガキだろうが。まあそんじょそこらの連中よりは骨のあるガキだと思ってるけどな。ありがとうございます。小羽、騙されちゃダメだよ。そうやって言っておけばごまかせると思ってるんだから。ちゃんと本気で思ってるっての。本当かなあ。そういえばさ、ちょっといろいろあって昔私が家出した時のことみんなに話したんだけど。ああ、あれか。あん時は本当に大変だった。街中大騒ぎだったしな。その話を思い出した時にね。ケンと出会ったのもこの町だったんだよ。ケンとタイガは最初反りが合わなくて大変だったんだよね。でも町のみんなが2人はいいライバルだって思ってくれて、喧嘩とか止めてくれたからだんだん距離が近づいていってさ。町のみんながいなかったら今頃チームを組めてなかったんじゃないかな。ナギがそんなことをね。うん、思い出したらなんか気になっちゃってさ。よかったらその頃のこと聞きたいなーって。確かにちょっと興味あるな。チームを組んでいる以上、俺たちも喧嘩をすることがあるかもしれないしな。私も聞きたいです。やっぱり歌についての喧嘩が多かったんですか？ああ、それはもちろん歌の解釈やら歌い方やら数えきれねえほどしたが、どっちかというとくだらない理由ばっかりだぞ。ほら、熱々コーヒーだ。ああ、サンキュー。確かに記憶に残ってる喧嘩はどいつもこいつもくだらねえもんばっかりだな。けどそれは今思えばってだけで、当時は当時で譲れねえ信念だった。信念ね。だがあのアロハシャツは今でもどうかと思うぞ。アロハシャツ？おう、こいつが恐ろしくダサいアロハシャツを大事なイベントに着てきたことがあってな。おいおいおい、あれは俺の趣味じゃねえってあの時何度も言っただろうが。世話になった人からもらったもんだから仕方なく来たんだよ。大事なイベントで着りゃ確実に相手の顔を立てられるしな。つうかお前だってあの日気の抜けるような靴下履いてきやがっただろうが。俺はよーく覚えてるぞ。あのな、俺だって何度も言ったが、あれは勝負服の一つで。へえ、父さんも勝負服とかあったんだ。どういう感じの靴下だったの？いや、それはあれだよ、あれ。よくあるだろう。右左でワンポイント入ってるやつ。そりゃあもう可愛いクリームソーダの刺繍が入ったやつを履いてきてたよな。クリームソーダの刺繍？おうよ、実はそれはな。バカやめろ。ケンさんが慌てている。なんか今すげえ珍しいもん見てるな。クリームソーダの刺繍、なんか聞いたことあるような。あ、思い出した。それ母さんからの誕生日プレゼントでしょ。うん、
なんでそれを？あいつと籍を入れる前の話だぞ。昔父さんの誕生日プレゼントを母さんと一緒に買いに行った時に聞いたの。靴下？なんで？靴下さんかわいそう。お父さんクリームソーダ好きなの？苦いコーヒーばっかり飲んでるよね。へえ、それでお父さんクリームソーダの靴下大事にしてくれた？だよね父さん。まあな。とっても素敵なお話だね。あ、けどつくづく似合わねえよな。この顔で恋人からもらった靴下履いて喧嘩すぎだなんてよ。やかましい。